来週どこ行く？バレンタインの全フィールド解説。ジャスパルと申します。皆さん、食材の準備はいかがでしょうか？私、未だにかぼちゃが足りません。そんな中、新デザートがまさかの当日朝4時追加っぽいことが濃厚となりまして、ハロウィン同様朝一早起きチャレンジするかと思っている今日この頃なんですが、今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？今回はバレンタイン2026の全フィールド解説をやっていきます。各フィールドごとのポイントだったり、マスター20狙いの超ざっくり目安などをギュッとまとめてお届けいたしますので、ぜひとも今一度フィールド決めのおさらいとしてご利用ください。私はね、アンバーのフィールドボーナスをいつ上げようかで悩んでおります。それでは参ります。ということで、まずは一旦バレンタイン2026のおさらいを超ざっくりやっておきたいなと思います。バレンタイン2026、料理がデザート固定、料理エナジー 1.5 倍、スキルで獲得する食材の数 1.25 倍、そしてリサーチでは睡眠タイプごちゃ混ぜ、ポケモンのピックアップは中ピックアップがアブリー、アブリボンたち、小ピックアップが A 食材がオイル、カカオ、コーン、蜜の食材得意のポケモンから未進化のポケモンたちとなっておりまして、彼らの色違い確率もアップしています。またおそらく当日の朝4時からオイル、カカオ、コーン、蜜を使った新デザートが登場するはずですね。ってことで、バレンタイン本番でやりたいことはポケモンの厳選、マスター20チャレンジ、デザートのレシピレベル上げ、色違い探しあたりが中心になるんじゃないかっていうお話を前回の来週どこ行くでお話ししましたので、よければそちらも復習がてらご覧ください。ってことで今回は全フィールド解説、無課金初期税パルの独断と偏見によるおすすめポケモンだったり、超ざっくりマスター20のエナジー目安なんかもお話ししていこうと思います。例によって若草本島から順番に参りましょう。出現するポケモンだったり、マスター20を狙えるかどうかだったり、レシピレベル上げをするのであれば現在のフィールドボーナスはどうかなんてことをイメージしながらご覧ください。ってことで、若草本島のピックアップはこんな感じ。ヌイコグマ以外の全てのピックアップポケモンが出現します。また若草マスター20はおよそ325万エナジー、若草 EX 解放条件であるマスター18は217万エナジーほどとなっております。パルおすすめのピックアップポケモンはアブリー、不思議だね、ですかね。アブリーはね、蜜のポケモンであるという体でお話ししちゃうんですが、そうでなかったとしても後から追加されるポケモンって初期ポケモンたちよりはふんわり強くなってることが多いかなと思うので、多分強いと思います進化も早くてね、出現フィールドもそこそこあるアブリーたちなので、それなりに育成もしやすいんじゃないかなとは思ってますね。で、不思議種もそうなんですけど、甘い蜜の食材ポケモンって不思議種とカイロスしか、A 食材がね甘い蜜のポケモンおらず、不思議種は出現フィールドが狭めでカイロスはゲットしづらいってことに加えて、第2食材が蜜の食材得意も未だにおりませんので、厳選大変なんですよね。なのにドキドキ怖い顔パンケーキでは1食32個、そしてね新デザートでもごっつりと数が使われる可能性があるので、蜜のポケモンぜひとも探していただけたらなと思います。果たしてね、アブリーの A 食材は蜜になるんでしょうか？こちら乞うご期待です。で、はね、普通にめちゃめちゃ強いのでおすすめかなと思ってます。ね、本当にラピスにもゴールドにもアンバーにも出現しないので、パルはね、これまで厳選するタイミングって全然なかったんですよね。なので、狙える時があれば積極的に狙いたい一体かなとは思ってます。できたらね、色違い出てきてほしいところです。そしてマスター20の超ざっくり目安としては、まずマスター20狙いであれば325万エナジー目標となりますので、1食10万エナジーくらいは欲しいのかなと思いまして、21食で210万エナジー、それに大成功を加えてなんやかんやというところで、1食10万エナジーを目指すとすると、フラワーギフトマカロンレベル60でフィールドボーナス 60% くらいあればようやくといった感じみたいなので、普通にむずくないいいキャンプチケットなしでクリアするのって結構難しそうなんですよね。
一方ね、マスター18狙いであれば、1色7万エナジーくらいあれば、まあなんとかなるのかなと思いまして、それもね、お茶会コーンスコーンレベル55でフィールドボーナス 60% くらいあれば、まあまあまあといったところなので、結構むずいんですよねさらっとね、お茶会コーンスコーンと言ったんですが、お茶スコを作るためのコーンの供給だったり、鍋拡張の難易度もそれなりには高いかなと思うので、やはりエキスパートモード、ちゃんとエキスパートになってからじゃないと訪れることができないって感じはしますね。なので挑戦される方応援しております。またね、もしこれに挑戦される方はどんな料理で狙うよっていうのもね、コメントで教えていただけますと幸いです。ってことで、基本的には初心者で炙り狙いのための選択肢になるかと思うんですが、特に不思議種含めてシアンには出てこないポケモンもそれなりにおりますので、木の実ガチャこそあるんですが、選択肢の一つに入れてみるのも面白いかなと思います。そんな若草本島でした。お次、シアンの砂浜。シアンのピックアップはこんな感じ。シアンにもアブリーが出現します。また、シアンマスター20はおよそ374万エナジーとなっております。で、おすすめのピックアップポケモンはアブリー、ですかね。まあ大体若草の不思議種抜きみたいな感じで、若草には出てくるんだけど、シアンには出てこないポケモンは、不思議種、パルデアウパー、アブソル、クチートの4体となっているので、彼らにあんまり興味がなければ、よりピックアップが絞られているシアンも検討してみてください。で、ざっくりマスター20は1色12万エナジーくらいは欲しいかなと思いまして、スパークスパイスコーラのレシピレベル60でフィールドボーナス 50% くらいあれば、まあまあまあって感じかなと思うんですが、鍋拡張なしでマカロンで戦おうと思うと、レシピレベルもフィールドボーナスももう少し上げていかないときつめなので、いけるようになればね、それなりに楽に達成できるかとは思うんですが、やっぱりね、何かしらの追加食材たちのレシピは欲しくなってくるかなと思います。で、若草もシアンもなんならラピスくらいまでがそうなんですけど、マスター20くらいまでエナジーが稼げる場合って、それなりにリサーチが下振れしちゃうので、めちゃくちゃエナジーが稼げそうな方でシアンとか若草行こうって方はね、まあ他のフィールドからまずは検討することをお勧めしたいなと思いますし、ある程度までエナジーを稼いだ後は新レシピのレシピレベル上げをしたりだとか、まあうまいこと分割睡眠をしたりだとか調整してみるのもいいんじゃないかなと思ってます。そんなね、初心者でよりアブリーを探したいなら悪くなさそうなシアンの砂浜でした。お次、トープ洞窟。トープのピックアップはこんな感じ。アブリーは出現しません。ご注意ください。また、マスター20はおよそ422万エナジーと着実に難しくなってきてますね。ってことで、おすすめピックアップはパルデアウパーですかね。昨年はね、パルデアウパーの新登場で訪れた方も多かったんじゃないかと思うんですが、今回はアブリーも不在で、ピックアップもめちゃくちゃ特徴があるわけでもないので、今回のキャンペーンで行く理由はそこまでないのかなとは思ってます。オイルのポケモンも多いんですけど、個人的にオイル担当ってレントラーあたりがめちゃめちゃおすすめなので、まあどちらかというとマスター20狙い中心でお世話になるフィールドというイメージです。ぐっすりの最終枠にフライゴンが入ってればまだもうちょっと行きやすかったかなと思うんですけど、多分まだ入ってないんじゃないかなと思います。まあそろそろ入ってもおかしくなさそうな気はするので、もしね何かしら情報をご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけたらなと思います。で、ざっくりトープマスター20は1色14万エナジーくらいを目指しますかね。ってなるとコーラレベル60でフィールドボーナス 70% とかだと、まあ、13万5000エナジーくらいになるので、エクレアだったりドキドキコアイカオパンケーキのレベルが上がっていればもう少し楽にいけるのかなという感じですかね。まあ最強級のレシピがあればそれなりになんとかなりそうなマスター20狙いを検討してほしいトープ洞窟でした。お次、卯の花雪原。卯の花のピックアップはこんな感じ。アブリーは出現しません。まあさすがに寒すぎるということでしょうかね。そして卯の花マスター20はおよそ471万エナジーとなっています。おすすめピックアップはアブソルですかね。色違いを狙いに行きましょう。トープと卯の花はピックアップが4体ずつと少なめなので、ピンポイントで狙うのはそれなりにおすすめできるかもしれませんね。
で、マスター20狙いは1色16万エナジーほどを目標にしてみましょうか。ってなると、エクレアレベル60でフィールドボーナス 70% くらいあるといい感じみたいなので、結構限界に近づいてきてる感を感じなくもないですね。まあ、ウノ花もトープと同じくマスター20狙いがメインになる気がするので、それプラス100均の鳳凰狙いで検討してみてください。ウノ花雪原でした。お次、ラピスラズリコハン。ラピスのピックアップはこんな感じ。ラピスはアブリーが出現します。また、ラピスマスター20はおよそ520万エナジーと、ここまではおよそ50万エナジー刻みになってるんですよね。次からはインフレがすごいことになってきます。ちなみにラピスからマスター20報酬がメインスキルの種になります。ぜひね、サブスキルの種も入れてくれませんかね。そんなラピスのおすすめピックアップはアブリー、不思議だね、ヌイコグマですね。そう、ヌイコグマはラピスラズリコハン限定のポケモンとなっておりまして、同期に食材界最強と言っても過言ではない海竜がいるからなのか、キテルグマって食材のポケモン全体で見ても本当に5種に入るほどの超食材特化ポケモンとなっております。私がね、よくキテルグマをバケモンって言ってるのはこの強さゆえですね。なんならね、ミートでも卵でも強いですし、直接ゲットしてみてもフレンドポイント12なので、もう本当にぜひともキテルグマ、ヌイコグマ狙ってみてください。まあ調べる条件次第でね、多少変動するんですけど、本当にバンギラスと肩を並べられるの普通に意味わかんないですよね。っていうかね、ミカルゲ強そうなんですよね。お手サポ次第ではね、海竜に次ぐほどの実力者なのかもしれないなと思いました。さすがはチャンピオンシロナの先発といったところで、まあ話がそれたんですけれども、まあそんな感じで、ヌイコグマと不思議種が出てくるという、この2点だけでもラピスを選ぶ価値があるんじゃないかってくらいおすすめできますので、ラピスが今回の本命フィールドと言ってもいいかもしれませんね。甘い蜜と若草コーンをお求めであれば、まずはラピスラズリコハンからご検討ください。で、ざっくりマスター20は1色18万エナジーくらいを目指してみましょうか。ってなると、エクレアレベル65でフィールドボーナス 75% くらい欲しいみたいです。まあ、限界は見えつつあるんですけど、まだなんとかなる気もするので、狙える方はぜひね、ラピスマスター20も一緒に狙ってみてください。ただし、ラピスもまだそれなりにリサーチしたぶれちゃうと思ってるので、場合によっては分割睡眠なんかもご検討ください。一応ね、色違い確率アップもありますしね。ってことで、アブリーも出てくるし、ここ限定のヌイコグマも出現するバレンタイン2026最もおすすめのフィールド、ラピスラズリコハンでした。お次、ゴールド級発電所。ゴールドのピックアップはメタモンとクチートのみでアブリーの出現もありません。ってことで、もう逆にね、色違いのメタモンやクチートを狙いたい場合は最も有効なフィールドです。メタモン、クチート推しの方はご検討ください。そしてゴールドマスター20はおよそ668万エナジー。ラピスからプラス150万ほどと突然ね、どっこりインフレします。ってことで、まあおすすめピックアップも何もメタモンクチートしかピックアップがおりませんので、彼らの厳選、雨集めで出番があるかもしれませんし、本命はマスター20狙いってことになるでしょうかね。一応ね、ドキドキ怖い顔パンケーキレベル65でフィールドボーナス 85% まで上がっていれば1色だいたい22万5000エナジーくらいになるみたいなので、大成功込み30色分作れたらそれだけで到達って感じにはなりますね。まあキャンチケなしでもまだギリなんとかなる領域な気はしてます。逆に言うとバレンタインとかでないとなかなかマスター20達成は難しい気もするんですが、もしかすると次のサラダ 1.5 倍キャンペーンだったりカレー 1.5 倍キャンペーンの時にはゴールドにも新ポケモンの追加があってっていうパターンも考えられるので、今回無理やり行く理由もそこまではないのかなと思ってます。とはいえね、無課金的にはこのタイミングでマスター20チャレンジしておきたいという気持ちもとてもわかるので、行かれる方はね、マスター20達成を願っております。そんなピックアップはまさかの2体ゴールド級発電所でした。お次、アンバー渓谷。アンバーのピックアップはこんな感じで、アブリーが出現します。やっとね、アンバースヤスヤにも新ポケモンが登場してくれますね。そしてマスター20はおよそ853万エナジーってことで、ゴールドからさらに185万エナジーくらい足されちゃってますので、インフレが止まるところを知りません。
てことでアンバーのおすすめピックアップはアブリーですかね。ピックアップに特徴がそこまであるわけでもないんですけど、アブリーは出現するのでアブリーが出現します。で、フィールドボーナスもまだカンスト近くまでは上がってないんじゃないかなと思うので、レシピレベル上げ的にも若干不利で、無課金にはね、マスター20狙いもあまりにも無理味を感じるので、キャンペーン的なおすすめ度はそこまで高くないんじゃないかなと思ってます。で、一応ざっくりマスター20なんですが、ドキドキコアイカオパンケーキレベル65をフィールドボーナス 85% で作って大成功を1日1回以上出し続けて30食分作れたとして670万エナジーほどなので、フィールドボーナス 85% でもあと180万くらいエナジー稼がないといけないので、木の実のポケモンを相当数入れたりとか大成功がさらに上振れたりしないとなかなかきつそうなので、とりあえずキャンチケなしでマスター20達成はなかなか条件が整わない限り難しそうに思います。もしね、無課金キャンチケなしとかでバレンタインでアンバーマスター20達成された方はね、ぜひ動画投稿者を目指していただけたらなと思います。私に需要があります。ね、ちょっとぜひ教えを請いたいなと思います。どうなんだろう、お手ぶためとかで卵とか蜜とかをごっつり持ち込んで木の実ポケモンをフルフルで出せたらいけたりするんでしょうかね。というかね、キャンチケがあったとしてもフィールドボーナス的にまだ厳しそうな気はするんですが、もし目指される方はね、ぜひメンバーや戦略など教えていただけますと幸いです。で、これはね、思いっきり余談になるんですけど、逆に言うとフィールドボーナス 85% でレベルカンストの最強料理を30食分ぐらい作って、あと180万エナジーくらい木の実等々で稼げればアンバーマスター20いけるとは言われてるんですよね。で、この動画でね、ちょっと試算してみたんですけど、サラダ 1.5 倍のスプリングフェスで木の実エス海流とかで若漏れを連打し続ければワンチャンあるっぽい雰囲気あるんですよね。で、サラダ 1.5 倍のスプリングフェスが昨年通りであれば5月に来て、その時まであと12週間くらいになるんですけど、今からでも 60% 分くらいはアンバーのフィールドボーナスを上げることができるっちゃできるので、サラダ 1.5 倍やカレー 1.5 倍のタイミングでアンバーマスター20を狙ってみるっていうのも楽しいかもしれませんね。達成してもメインスキルの種がもらえるくらいではあるんですけど、一応キャンチケなしでもワンチャンありそうだってことが分かったので、キャンチケがあればかなり現実的に狙えるんじゃないかなと思いますし、お手伝いブーストダメとかでさらにね、しっかり準備も重ねればもう少し届きやすくなるかとも思うので、アンバーマスター20意外となんとかなるかもしれないってことはちょっと覚えておいてもいいんじゃないかなと思いました。もしね、挑戦される方はあと12週間くらいでサラダフェス来そうだぞってことを頭の片隅に置いてみてください。そんな今回のキャンペーンでは行く理由は薄めだけど、アブリーは出現してくれるアンバー警告でした。最後、若草 EX のピックアップはこんな感じ。アブリーが出現してくれまして、出現しないピックアップはヌイコグマとグレッグルです。また、若草 EX のマスター20はおよそ1100万エナジーということで、アンバーよりも250万エナジーくらい必要な上に木の実ガチャがあるしってことで、一体いついけるようになるんでしょうか。ってことで、若草 EX の一番のおすすめは色違い狙いになるのかなと思います。EX の元々の色違い確率アップがキャンペーンのものと重複するはずなので、最も色違いに出会いやすいはずです。またエナジーもね、一応は稼ぎやすい1週間なので、夢のかけら稼ぎにも一定の効果を発揮してくれるんじゃないかなと思います。最近ね、無進化ポケモンが登場するキャンペーンが続いてたので、なかなか EX で厳選をするっていうのは難しそうだったんですけど、アブリーであればそれなりに出現してくれるような気もするので、アブリーと色違い狙いで検討してほしい若草 EX となっています。で、マスター20狙いに関しては、料理が1日2回大成功して、日曜日に3回全て大成功すれば44食分作れることになるので、それで990万エナジーくらい稼げるかもしれません。なので、キャンチケとめっちゃ強いデデンネとかがいれば、
木の実準備次第ではマスター20目指せなくもなさそうな気がするので、意外とね今回のキャンペーンで EX のマスター20報告はそれなりに上がるのかもしれませんね。これ無課金でもキャンチキあればいけるようになるんでしょうかね。もしね今回 EX のマスター20を目指される方もぜひどんな布陣で挑むのかだったり結果どうだったかっていうのをね教えていただけたらなと思います。いつかのための参考にさせてください。そんな色違い狙いでお呼びがかかりそうな若草 EX でした。といった全フィールド解説いかがでしたでしょうか。やはりね最もおすすめなのはラピスラズリコハンになりますかね。まだね初めて日の浅い方でも縫いこぐまだったり不思議だねゲットしておいて本当に損のないポケモンだと思っているので、解放できていればまずラピスから検討してみてください。そしてもうコーンや蜜の厳選は終わってるぜって方はどこ行きましょうね私ねさっき話したアンバーマスター20サラダフェスのタイミングワンチャンあるんじゃないかと思ってちょっとね挑戦してみようかと思ってるんですけど、今ねアンバーのフィールドボーナスが今週終わって 35% になるので、サラダフェスまでに10週間分アンバーに行かないと 85% マックスにはならないんですよね。ただ昨年準拠だと4月には伝説イベントが2週間連続で入ってきそうじゃないですか。そこでアンバーに行かないってことになると、バレンタインにアンバー行っとかないとフィールドボーナスが足りなくなっちゃうので悩んでるんですよね今まだ悩んでますフィールドで。ラピスマスター20もまだやってないのでやりに行ってもいいなと思ってたんですけど、一応ね伝説イベントの時クレセリアは全フィールドに出てきてくれるシステムを採用してくれてたので、アンバー行くつもりで今回パスしますというのをめちゃくちゃ悩んでますね。これもうさ次の伝説がどんなポケモンになって何タイプのポケモンがたくさん出てくるフィールドに行った方がいいのかを予想しないと無理じゃないって思って、それってつまり無理ということなので、何を覚悟しようかギリギリまで考えようかなと思います。ってことでね、ぜひ皆さんがどこのフィールドに行かれるのかコメントで教えていただけますと幸いです。ね、私も参考にさせてもらいながら最後までしっかりと準備してデザート 1.5 倍のお祭り楽しんでまいりましょう。そんなバレンタイン2026の全フィールド解説でした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと幸いです。いつもたくさんの応援本当にありがとうございます。今週はねちょっと金曜日更新ができなくて申し訳ありませんでした。また頑張りたいなと思います。それでは新レシピやアブリーたちの性能が公開されるの非常に楽しみですよね。月曜日の朝早起きしようかな。もうね食材が判明しちゃってるのであんまり再生数つかないような気もするんですけれども、ぜひねチャンネル登録もしていただいて動画も回していただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。そういえばねなんか今関東でもどっこり寒波がどっこいしょしてるということで、ぜひともこの週末暖かくしてお過ごしください。ってことで来週も元気にいってらっしゃい。またねバイバーイ。バレンタイン頑張ろう。